皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。皆さんお元気にお過ごしでしょうか？今日は日本の小学校についてお話ししたいと思います。皆さんは子供の頃どんな学校に通っていましたか？国によって学校の様子って結構違うと思うんですよね。この前、小学校の同窓会があって、20年ぶりくらいに小学校の頃の同級生に会いました。私の通っていた小学校はいじめもなくて、本当にみんな仲が良かったです。なので、すっごく久しぶりでも、またみんなに再会できて、心が温まる瞬間だったなぁと思ったので、今回はこのお題にしました。今日は私が実際に通っていた日本の小学校の話を思い出しながらお話ししていきますね。まず、日本の小学校と中学校は義務教育というものになっています。義務教育とは、国が小学校と中学校は全員行かなきゃいけないですよって決めているものですね。だからどんな生まれの子でも小学校と中学校には必ず行くことになっています。そして義務教育の間は授業料や教科書は無料なんですね。私立の学校の場合だとお金がかかります。日本では公立の学校に行けば授業にかかるお金をすごく安く抑えることができます。ちなみに私は小学校、中学校、高校、大学全部公立に行きました。なので私立に通った人より授業料がかなり抑えられたと思います。では次に小学校への通学の話をしますね。日本の小学生は基本的に歩いて学校に通います。都会の私立に通う子だと電車やバスで通学している子もいます。たまに東京で私立に通っている小学生が一人で電車に乗っているのを見ると、たくましいなって思います。大人でも迷いそうな東京の電車をテクテクと歩いている子供を見ると、やっぱり私立の子は違うなという感じがします。私は小学校が家から1キロくらいの場所にあったので、歩いて登校していました。行きは近所の子と班になって通っていました。班というのはグループのことですね。決められた時間に集合して、道路は一列に並んで登校するという決まりがありました。帰りは学校ごとに授業の終わる時間が違うので、班になって帰る決まりはなかったんですけど、どの道を通って帰るかは決まっていました。だいたい近所に住んでいる同級生と一緒に帰っていましたね。この近所の友達と一緒に帰る時間がすごく楽しかったんですよ。田んぼに入って中にいる生き物を捕まえたり、桑の実っていう道端に生えている食べられるベリーがあるんですけど、それを食べながら歩いたり、好きな雑草の
花を持って帰ったりしてました。本当は他の人の敷地だからダメなんですけど、子供だから許されていたんですよね。私が育ったところは田舎で、子供に寛容な地域だったなと思います。次に小学校に行くときの服装の話です。公立に通う子は私服でランドセルを背負っています。ランドセルというのは日本の小学生が使う四角くて硬いリュックサックのことですね。私立の子は制服を着ていることもあります。私が子供の頃は男の子は黒いランドセル、女の子は赤いランドセルが主流でした。でも最近は時代の流れで性別で分けるんじゃなくて、水色とかオレンジとか好きな色のランドセルを背負っている子が増えています。学校に着くと校内は土足禁止なので上履きに履き替えます。上履きというのは学校の中だけで履く専用の靴のことですね。自分の靴を入れるロッカーが決まっているので、いつもそこに靴を入れます。それから体育の授業があるときは、体育着に着替えます。体育着は学校で決められたデザインのものを着るんですけど、学校ごとにデザインが違うので、スーパーとかショッピングモールで体育着を着ている子を見ると、どこの学校の子かすぐにわかるんですよ。靴も上履きから体育館シューズに履き替えます。次は私が大好きだった給食の話です。日本の小学校と中学校には給食があります。給食とは学校でみんなに出されるお昼ご飯のことですね。給食費は今は月に約5000円くらいです。私が子供の頃は多分月に2000円くらいだったと思います。住んでいる地域によって税金でカバーされて無料のところもあります。学校に給食センターがついていて、お昼ご飯を作ってくれる人がいるんです。栄養士さんが考えたメニューだから栄養もバッチリです。カレーとか牛丼とか肉じゃがとか毎日違うものが出ていました。1ヶ月ごとにお昼のメニュー表が配られるんですよ。なのでお昼近くになるとお腹が空いて今日の給食は何かなーってメニュー表を見ていました。今考えると栄養満点のお昼を格安で作ってくれる人がいるなんてめちゃくちゃありがたかったです。お昼の時間になると子供たちが自分で準備をします。クラスの中で給食当番が決められていて、1週間ごとにローテーションで当番が変わります。給食当番は多分10人くらいはいたと思います。給食当番には専用のエプロンがあって、1週間の当番が終わったら家に持って帰って洗濯してアイロンをかけて次の週の当番に渡します。給食当番の子たちは学校の給食室までご飯を取りに行きます。一クラス35人くらいなので、食器とか
料理が入った鍋が結構重いんですよ。生徒は学校のエレベーターを使うのは禁止だったので、上の階に教室があると階段を上るのが大変だった思い出があります。鍋や食器を教室まで運んできて、給食当番がクラスのみんなに一人一人取り分けます。子供が取り分けるので、余ったり足りなくなったりするんですよね。上手な子だとぴったり分けられるんですよ。余ったら後からおかわりしたい子がもらって、足りなくなったら回収しに行きます。自分のご飯を取り分けてもらっても、みんなの分が揃うまで食べちゃいけない決まりだったので、先に食べ始める人はいませんでした。食べ終わった後も給食当番が片付けをします。最後に掃除の話です。これは小学校に限ったことじゃないんですけど、日本では小学校、中学校、高校全部で学校の掃除を毎日自分たちでやります。掃除をしなかったのは大学生の時だけですね。大学では掃除の従業員さんがやってくれていました。私はアメリカにいた時に子供が学校の掃除をしないって聞いてすごくびっくりしたんですよ。学校を掃除するのはあまりにも当たり前だったので、子供が掃除しないっていうのが衝撃でした。掃除は毎日します。授業が終わったら掃除の時間っていうのがあって、帰る前にきれいにするんですよ。掃除の場所は1週間ごとのローテーションで毎週違う場所を掃除していました。階段の掃除の週とか、トイレの掃除の週とか、校庭の週とか、学校のあらゆる場所を掃除しました。それが当たり前だったので、掃除嫌だなとか、めんどくさいなっていう気持ちは特になかったんですよね。子供の頃から当たり前に掃除していたから、特別に習わなくてもなんとなく掃除のやり方がわかるようになっていました。大人になってから振り返ると、学校生活でいつの間にか社会の規律を教えられていたんだなと思います。はい。今日は日本の小学校についてお話ししました。皆さんの学校の小学校はどんな感じですか？給食や学校の掃除はありましたか？日本と似ているところ、または全然違うところがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。今日も聞いてくださってありがとうございました。ではまた。